ちょっと本日手違いでですね DIY してダンスの送り迎えとかしてたら手違いでですね、ご飯も炊いてないのに6時半過ぎちゃった。なんたる時間感覚のなさ、ちょっとね手違いがあって。はい、やってまいりました。皆様お待ちかね、こじらせはちゃめちゃクッキングのお時間でございます。何やらめちゃくちゃ慌ててますね。どうやら DIY でハプニングが起きすぎて夕飯を作り始めるには遅すぎる時間になってしまったようだ。はい、時間のない時は圧力鍋、浸水不要、20分でほかほかご飯が炊けちゃいます。米がね、神よ我を見捨てなすったか。こういう時に限って米が米びつにない。そしてどこからともなく現れる視覚、敵なのか味方なのか。ないのだよ私には。なぜならダンスのお迎えにもっと行かなきゃいけないからだ。なんというハードスケジュール。それなのにな、もう6時ちょっと何を勝手に公共の電波に自慢のコレクションを流しとんねん。いいじゃん。これがお米です。誰も見たかないのよ、ポケカなんてね。見たいでしょみんな。いや見たくないですね。はい、お米置いて水入れます。邪魔するだけ邪魔して去っていく長男、完全に敵でした。加圧5分とかで全部で20分ぐらいかしら。ご飯が炊けます。火力マックスでいかせていただく。3キロワットでいかせていただく。10分に出ないといけないんですよ、お迎え行くのに。つまり私に与えられた時間は25分となっています。25分でこのワンパンバーグとマカロニサラダを作っていこうと思う。なんと残された時間は25分。メニューはよりにもよって手間がかかる料理の代表格、ハンバーグだ。計画性のなさがもたらした前代未聞の無謀なタイムアタック。1日目から波乱の幕開けとなっております。前にご飯を作るエネルギーをまず出すためにね、この数の子わさび。なんとタイムアタック早々にいきなり数の子わさびをポリポリしだすという珍戦術を繰り出すポンコツ主婦。一体何を考えているんでしょうか。この日作るのは普通のハンバーグではなく、フライパン一つで作れる時短ワンパンバーグ。そう、ズボラな秋は最近めっきりワンパンメニューにハマっているのだ。どうやって作るんだっけ。レシピ。そして秋の脳は料理のレシピを覚えることすらも細胞レベルで拒否しているため、致し方なく毎回こうしてレシピをチェック。ここで秋のこのどうしようもない脳みそを助けてくれている熱い献立アプリをご紹介しましょう。以前秋は手作りのマグネット献立表を利用していましたが、メニューが増えるにつれアナログなマグネットを増やすのが億劫になり、同じように使えるアプリを探していたところ、このミークというアプリに出会いました。これならメニューを無限に増やせる。主菜副菜などで色分けもされてるし、設定すればメニューを押した時レシピサイトに飛んでくれます。これで献立を組み立てるのが随分楽になりました。ただ毎週これを完璧に活用できているわけではありません。アプリがあっても1週間のレシピを組み立てまとめ買いができるのは調子の良い時だけです。いつもは当日のメニューを考えるので精一杯ですよ。おい、やってもうた。くっさなんと生ゴミ処理機のスイッチを入れ忘れ1日放置するという痛恨のミス。せっかく絞り出したやる気が爆下がりであります。一番嫌なミスこれ。もうコバエの温床を作ってしまった。大丈夫、今からでも間に合う。高温で消毒してくれ。もう間に合わない。いや間に合う。諦めない。いや私は何も諦めない。ちょっと待って、ワンパンバーグってさ、どうやって作るんだっけ。はい、ここで圧がかかったので、5分加圧します。圧かけるのだったら得意だよね。ちょっとかけてみて、お母さんに。圧と合いびき肉入れます。めちゃくちゃ息子に圧かけられてます。今もうすごい眼力で圧かけられて。圧かけるの。息子が圧かけてます。加圧してます。いける。少々していく。お分かりいただけるでしょうか。秋がこの動画を出すのにどれだけの勇気を振り絞ったか。ある意味前回の動画より勇気が必要だったかもしれん。秋にとって料理は片付けよりもやりたくないこと、片付けよりも細胞レベルで拒否してるのが料理なんです。でもね、今まで見たことなくないですか。細胞レベルで料理が嫌いな人の料理動画。そこにちょっと好奇心が発生してしまったんですね。そして気づいたら動画が
完成してしまっていたんですね。もしかしたらコメントの荒れ具合によってはこの動画は人知れず消えているかもしれません。一瞬でみじん切りにしていく。多いな玉ねぎ。合ってるこれ。2分の1個って書いてあった。しまった。丸々1個入れてもうた。まあいっか。なんぼあってもいいですからね、玉ねぎみたいなものは。こんなんなんぼあってもいいですからね。できるシェフはね、これ使った言い終わったらすぐしまうんです。そしてこう広々とした空間を、ね、常に確保してね置くんですよ。こういうの困るよね、どうしたらいいか分かんない。できる主婦のハードルを勝手に上げ、下の根も乾かぬうちに自ら踏み倒していくスタイル。自分ができない主婦であることを図らずも証明してしまいました。アレクサ、3分のタイマー。何にでもね、何にでも塩麹を入れる女なんで。はい、何にでも塩麹を注ぐ女、降臨。料理嫌いに限ってこのように勝手なアレンジを足してくるんですよね。これがあだとならなければいいんですが。よくは真似しないでね。手までいっちゃうのね、これ。手は持ってかれるからね、2、3ミリ。手ってね、すぐ持ってかれるんですよね、2、3ミリ。ブラッディマカロニサラダになっちまうから気をつけてください。スライサーは便利だけど危険だから。塩を振ります。はいはい、これで水を出す。散らかしていく。ちょっと待ってね。パン粉とかいらないの？卵とかパン粉とかいらない。流出した。ポンプって早いな、立つの。パン粉とかいるじゃん、全然。ちゃんと読んでなかった。手が汚れることを極端に嫌うズボラーの必需品、ビニール手袋が、こちらコスパのみを重視して選んだ結果、むっちゃくちゃ使いづらいビニール袋も入ってるみたい。気にせずたくさん使えますけどね。合わせればよ。ファイヤーファイヤー。ツーパンになっちゃうな、これ。もうね、ツーパンにしよう。入りきらないんで、急遽ツーパンバーグになります。あと3分しかない。終わった。なんとワンパンバーグがツーパンバーグへと進化を遂げた模様。そもそも5人家族でワンパンバーグは不可能でしょう。残り3分でようやく火をつける段階まで来ました。焼けるだけ焼けとけ。よし。10分タイマーにして長男に火の番を頼みお迎えに出かけましょう。めっちゃ焦げてる。なんで？すごい美味しいお焦げができたわよ。いや、なんで焦げた？火が強すぎたんだ。9でやったからだ。焦って火力マックスにしたつけがやってきました。ほかほかご飯 with カリカリせんべいの炊き上がりです。全然一品もできなかったけど、お迎えの時間になってしまった。はい、できます。じゃあ次お風呂入ってきて。まだできないから先にお母さんご飯作ることに集中するから。お風呂入ってね。焼けてる。ちょっとこっちの方が美味しそうだからこっちに向けとこう。娘たちが帰ってきたのでお風呂に入ってもらい、その間に急いでマカロニサラダとハンバーグソースを仕上げましょう。ソースも子供の希望でニンニク和風ソースにアレンジしています。音読します。遠くでやってみて。騒がしいよ。10丸。マカロニサラダ混ぜて。あ、やべ、やっちゃう。音読し3番の準急電車青に出す。あ、ごめん。本当に歌っちゃうんだね。意識してないと。変わった病ですね。うまっ。めっちゃうまい。よし。完成。見てくれ、ハンバーグが完成したぞ。うまそうだろう。マカロニサラダと。なんと7時50分だ。お風呂入ってるしね。チビたち。机がこのような惨状になってる。これじゃ食べれないよ、ご飯が。仕事に片付けるんだ。めっちゃ綺麗になってる。こじらせクッキング1日目、無事完成です。ちなみに映えを気にして手前に買ったサラダを置きましたが、誰も食べてくれませんでした。2日目。今日も手違いで
ご飯を作り始めるのがこんな時間になってしまいました。手違いが過ぎる。もうほんとめっちゃイライラします。はい、2日目。なんとまたもや手違い発生した模様。何やらご立腹の様子ですね。説明しますと、お友達の家に遊びに行っていた末っ子を18時に迎えに行ったところ、まだ帰りたくない、お泊まりする等のダダをおこねになられまして、約30分のタイムロスが生じました。さらにこの日は長男の塾があり、それまでに夕飯を提供しなければならないため、余計に焦りと苛立ちにやられております。できる主婦なら当然それも想定して先に夕飯の準備をしていることでしょう。包丁の方が早いんだよな。だが秋はポンコツ切り攻め先延ばし主婦座右の銘はまだいける。それゆえこんな悲惨な結果が訪れた事実を受け止め絶望しております。せめて笑ってやってください。アレクサ、買い物リストにオイスターソース。スターソースを買い物リストに追加しました。悲しきかな。言うこと聞くのはアレクサだけ。主婦とは孤独なものなのです。ここでした。ごめんね。めっちゃイライラしちゃった。ご飯はもうこんな時間なのにできてないからお母さんイライラしちゃったの。誰も言うこと聞いてくれないし。うまいね。そんな本日のメニューはこちらなんと初めて作ります。ちくわ餃子でございます。この切羽詰まったシーンにお初のメニューをぶっ込むあたり、もうさすがとしか言いようがありません。そして洗い物を最小限にしたい気持ちが先走るあまり、どう考えても小さすぎるまな板チョイス。なんか思ってたんと違うっていうか、切り口が良くないのかも。これインスタで見たみたいにできない。結局手でやるっていう。楽で簡単そうにしか見えなかったレシピですが、一度目でうまくいくはずもなく、お手本とは程遠い絵面になっております。楽を追い求めすぎたあまり、かえって楽から遠ざかる典型的な例ですね。マチがあるやつがダメかも。この袋がダメかも。マチがあるから。うまくでけん。うまくできませんよ。マチのない袋ならいいかも。そしてマチのない袋がないうちには取っ手がない。取っ手が。ちなみに料理嫌い言うてますけども、これまでにありとあらゆる種類のバイトを経験してきた秋。その中でも一番多くやったのがなんと飲食店のキッチンです。わかります。耳を疑っちゃいますよね。バイトではがぜんホールよりキッチン派です。古臭い概念で言いますと、女社会より男社会に馴染みやすいんです。そして忙しく慌ただしく時間が早く過ぎるような仕事が好きなんですよね。イタリア料理に始まり居酒屋、おしゃれ居酒屋、そしてこの YouTube を始める直前のパートではショッピングモールのフードコートで天ぷらを揚げていました。だが全てが整理され準備されている飲食店とこのこじらせキッチンでは天と地ほどの差がある。何も整ってない、いつも何かが足りてない、賃金未払いのくせに日曜のランチ時ぐらい忙しいワンオペブラックキッチン。ああ、早いとこやめさせてもらいてえ。チータンだ。チータンコマーシャル出てるの？マジ？まだ残ってるけど、もう絞るのめんどくさいからもうやめます。十分あるし。ちょい焦げちくわ餃子が完成しました。そしてここで秋のキッチン最大の弱点が明るみに。盛り付けのセンスな。知ってたけど斬新なモダンな時計みたいな。午後7時です。ご飯できてるよ。味噌汁も作ってます。この出来の悪い餃子はぼっかしてる。美味しいよ。ありがとう。お母さんが食べたい。お母さんカラオケなんか行ってる場合じゃないんだけど。初めて作りましたが、まあまあ好評だったので、マチのない袋でまたリベンジしてみましょう。こっちから見るとピクミン。白ピクミンだから毒があるのかな。はい。はい。やりたくねー。よし。やるか。3日目、ようやく通常の時間に夕食作りを始めることができました。とはいえ、普通の家庭に比べたら遅いとは思いますが。まずは1品目、豚汁です。
一応通常主菜、副菜、汁物を揃えようと努力はする秋ですが、秋の中で豚汁は副菜と汁物を兼ね備えているため、本日は2品で OK ということにします。こんにゃくを早く切る。熱っ。本日もメインは藤田香奈さんのワンパンシリーズ、ワンパン鶏胸キムチーズ焼きです。こちら子供にも好評なので作るのは3回目ぐらい。キムチを辛さ控えめなのにすればちびっ子たちも食べられます。焼肉のタレを混ぜるって書いてたんだけど、焼肉のタレがないから塩麹で。3日目も何にでも塩麹を注ぐ女、降臨。そろそろバカの一つ覚え、わらってコメントが来てもおかしくないので、言われる前に自分でツッコミ入れときますね。豚汁の方には凍ったままの油揚げをガサツにシザーでイン。お湯で解凍して油抜きしていたあの頃はもう戻らない。冷凍ほうれん草があった分奇跡だ。冷凍ほうれん草を買った過去の自分を褒めてあげたい。偶然揃った材料に歓喜。備えって大事ですね。溶けるチーズ。いやダメ、寝ちゃう。こうしている間にも女子たちに風呂に入ってもらおうと必死です。火をつける前にそれとなく切り分けておきます。また海苔を忘れた。いつも海苔忘れるんだよ。皮が邪魔してひっくり返しづらかったので、初めに鶏皮は取っておく方が良いでしょう。ちなみにこのワンパンシリーズですが、テフロン加工がバッチリ効いている新しめのフライパンじゃないと成り立たない気がするので、アンティークなフライパンでやらないよう気をつけてくださいね。食事の前、食事と長男は辛いもの好きなのでコチュジャンを後で足しています。荒れてる。いやちょっとトラブりまして、屋根作ってたんですけど、今日倉庫のね、そっちは全然合わなくて、6時半ぐらいまで作業が終えられなくて、精魂尽き果てたので、ちょっと冷凍のカニクリームコロッケでなんとか。すいません、本日昨日の残りの豚汁もほとんどないな。すいません。ご飯は炊けました。荒れてんな。これも料理をこれを片付けるという気力もないので、ちょっとなかったことにしようかな、動画的には。隠蔽しようかな、これ。隠蔽体質が明るめに。料理してないもんだって。もうその屋根のね、間違いがね、のことがもう頭から離れなくても、それどころじゃないんですよ、マジで。それどころじゃないとか言ってる場合でもないんですけどね。長女はカニクリームコロッケが食べれないんで、この前のハンバーグの残りがあるんで、これをなんとかします。はい、現場からは以上です。泥棒でも入った。泥棒入った、この家。泥棒がお菓子荒らしてったよね、これ完全に。屋根の DIY が終わりまして、終わってないんですけど、今5時半、夕方の5時半で夕飯の準備何もしてない状態で、このありさまです。今からします。昨日から今日にかけての洗い物。おい、どうなってるこの家。マジでこの家に主婦一人もいないと見た。この家に主婦いないでしょ。さてはどこ行ったこの家の主婦。こん中も入ってるし、テンション下がる。5日目最終日、夕方5時半。食後の風景かと見間違うほどの悲惨な光景が広がるこじらせキッチン。食洗機の中には洗ってしまわれていない食器たち。ご飯は当然炊いてない。それどころか炊くためのお釜には
昨日のご飯粒がこびりついているような状態。動画を撮るこのたった5日間ですらやり遂げれない。悲しいけどこれが現実。これがこじらせハウス。よし、行くか。どこに？無計画、ダメ主婦、ダメな母。頭の中に湧いてくる罵声を振り払い、月1で平日に訪れることを自分に許しているある場所へと向かいます。来たー、丸亀製麺来たー。本日の夕飯、なんと丸亀製麺ね。優しいお姉さん、優しくて可愛いね。ね、最高だね。いただきます。どうぞ。ちゃんとお食べれないかい？ここに水を置きました。気をつけてください。はい、うどんなす。いいですね。何味ですか？カレー味です。カレー味です。こちら明太釜玉となってます。あともう一個。明太釜。もう一個カレー味、カレー味。きなこ味です。Delle belle t'avanto al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Delle belle t'avanto al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Che rovino alla vittoria, alle